あなたには使命があります。あなたが生まれてきた意味というのを考えたことがありますか？今日はそれについてお話をします。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正です。さて、あなたは生まれてきた意味ということを考えたことがありますか？自分は何のために生まれてきたんだろうとふと思うことがあるかもしれません。辛い時に自分の人生はなんでこんな風なんだろうと思うこともあるかもしれません。あるいは自分の人生は最高に幸せだな、毎日が素晴らしいという人もいると思います。いろいろな宗教や哲学でも幸せや、生まれてきた意味ということの考察があります。生まれてきた時から罪を背負っているという考えもありますし、幸せになるのは義務という話をする人もいます。基本的には毎日が健康で食事もできて安心して眠ることができれば、それは幸せとしては分かりやすいですよね。あるいは他の人から見ると苦境で大変そうでも、本人が大丈夫だよと言っている場合もあります。その状況を受け入れて小さなことでも喜びを見出すことができる人は、その人の置かれた環境にかかわらず幸せそうに過ごしていたりします。さて、ここまでは一般的な幸せとか問題なく過ごすというような話でしたが、人生に満足する生き方について話をします。わかりやすい言葉で言えばやりがいです。あなたが仕事をしていて単に収入が多いというだけではなく、お客様に喜ばれたり頼られたり尊敬されたりすると嬉しいと思います。会社に行くと同僚があなたの出社を待っていて、お客さんはあなたとのやり取りを楽しんでいる。そんな仕事を続けていると幸せだと思いませんか？学生でしたら勉強をして良い成績を取ったり、部活動を楽しんだり、友達と遊んだり、先生から認められたり、そういうことがありますよね。仕事を引退した人であれば、今までの自分の経験を生かした活動をして喜ばれたり、尊敬される毎日もいいですよね。そういうやりがいですが、それは人によって内容が違います。ある人はお客さんとのコミュニケーションが楽しい。ある人は誰とも話をしないで研究していたい。ある人は美味しい料理を作りたい。またある人は草木や野菜を育てたいということもあると思います。やりがいは言い方を変えると、それをやるために生まれてきたとも言えます。違う角度から言うと、やりたくないことをやっていると人生がつまらないという感じで、そういう時には自分はこんなことをやるために生まれてきたんじゃないという言葉が口から出てきたりします。あなたに会うために生まれてきたと異性から言われたら、それはもしかすると結婚詐欺かもしれないですけれども、嬉しいですよね。異性でなくてもそういうような運命の人みたいに感じることはあると思います。そういう人間関係はさておき、今回の話はあなたのやりがいです。あなたのやるべきこととか、あなたの使命とも表現できます。これはインドではダルマと呼ばれています。ダルマさんが転んだというのはダルマ大使ですが、多分語源はこのダルマだと思います。仏教用語ですね。人生の4つの目標としてダルマと一緒に出てくる言葉としては、カーマやアルタ、モークシャというものがあります。カーマは欲求ということで、カルマとは違います。カルマの話は過去の動画でも話をしていますね。さて、このダルマについては、このバガバットギーターの本ではいろいろなところで出てきます。電子書籍版の場合は、ダルマという言葉で検索すると該当箇所がたくさん出てきます。結構重要なワードです。で、こちらの超越瞑想の本ではどうかというと、
ダルマの話は出てきません。これはなぜかというと、この超越瞑想の本は主に人間や生命の根本的な構造や超越瞑想の原理について解説しているからで、バガバッドギーター、こちらの方は生き方や行動についての知識を取り上げているからです。ダルマの大まかな説明については、バガバッドギーターの一番最初、第1章の第1節に出てきます。このバガバッドギーターの本は原文の施設をマハリス先生が解説しているのですが、その一番最初の1の1の解説はダルマとはという言葉から始まっています。この本の中でもダルマというのは非常に重要な考えになっています。あなたのダルマに沿った生活はあなたを進化させます。しかもその進化というのは喜びに満ちた輝く道です。生きる喜びの道です。ダルマに関する知識を知っておくと、そういう人生の道を進んでいくことができます。では第1章の施設1の解説を少し読んでみます。ダルマとは自然界の無敵の力であり、存在するものを支えます。それは進化を維持し、宇宙生命の基盤そのものを形作ります。ダルマは進化に役立つものすべてを支持し、それに反するものすべてをくじきます。という感じです。ここの後もダルマの説明が続きます。ぜひこの本を買って続きを読んでいただければと思います。ダルマについては第6章の施設23でも説明が書かれています。私たちが生きていく上でダルマという考え方はとても重要です。ダルマというのはあなたがやるべきことです。やるべきっていうとなんだか強制的な感じがしますか？なぜこうして少し強い表現をするかというと、やりたくないことをやってはいけないというニュアンスが含まれているからなんです。例えばあなたの知り合いがレストランを経営していて大儲けしているとしますね。それを羨ましいなと思って真似をして、同じようにあなたもレストランを経営するとします。その時、もしあなたのダルマがそれであれば、幸福な毎日を送りながら進化の道を進むことができます。しかしそれがダルマでないのであれば、それは苦労と悲しみの道になってしまいます。それよりもあなたはもしかすると投資で成功するかもしれません。あるいは人気ブロガーになるかもしれません。他人のダルマは危険という言葉があるんですが、あなたにはあなたの進む道があります。それがあなたのダルマです。それなのでダルマというのはあなたがやるべきことという表現で、それ以外のことをやってはいけないというニュアンスが入った言葉になっています。バガバッドギーターですね。この本の第2章、施設33では、自分のダルマを捨てることは進化の道から外れることになり、それ自体が罪であるとまで言っています。罪というのは人を進化から外させるもので、苦しみを生じさせます。あなたの使命に沿った行動はあなたを進化させますし、何よりも楽しい気分になるものです。やりがい、生きがい、ワクワク、内側から来る喜び、朝起きた時の嬉しさ、そういうものです。ダルマだけの話ではなくて、行動全般に及びます。逆にダルマを無視した行動を行うと、それは心の苦しみの原因となります。あなたはあなたの使命で生きることが大切です。他の人の生き方を真似しても幸せは来ません。自分のダルマ、つまりあなたの使命を見つけましょう。最初からこれだと感じることもあれば、なんとなくやっているものもあるかもしれません。基本的に障害がなくて自分で楽しいと思うことは続けていいと思います。超越瞑想を行うことで自分のダルマに沿った行動の判断がより明確になります。そして自分自身を悟った時には完全に正しい行動をとることができるようになります。ここで言う正しい行動
というのは、あなたが進化し、環境と調和し、この世界に対して良い影響を与えるという意味です。周囲が喜ぶこと、不安や恐怖を広げないこと、温かく愛にあふれた行動をすること、そういうことを正しい行動と言います。ただそれは以前の山2山という動画でも話をしましたが、無理やりそういう行動をしようとしたり、表面的に良さそうな行動をしても意味がありません。それは緊張を生むだけで喜びにはなりません。今日はあなたの使命について簡単に説明をしました。これがあなたの使命について考えるきっかけになればと思います。難しいことは考えずに毎日楽しく過ごしていればそれで問題はありません。また、超越瞑想を実践している人も問題ありません。はい、そういうことで今日の動画は以上です。もしまだ超越瞑想を学ばれていない方で興味を持たれましたら、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。私は群馬オフィスで活動しています。それと今日の動画がもし良かったという方は、いいねをしていただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。